土佐和紙とさやログのコラボレーション、さやログと行く社会科見学シリーズ。今回は土佐和紙編。さやログmeetsジャパン。今回はですね、高知県の伝統工芸土佐和紙というのがあるそうで、土佐和紙の会社さん、株式会社森田さんにお邪魔しております。よろしくお願いします。土佐和紙は割と薄くて強靭な、紙を特徴としまして、主に天狗銚子っていう紙があるんですけれども、非常に長い繊維を絡ませてシートにしていくっていうような紙でして、こちらは原料がすごく昔から、高温多湿な気候なので、いい原料、煮詰まった雁皮とかが取れてたので、そのいい原料があったということと、仁淀川っていうすごい清流の川があるんですけど、そちらの水が良質なものでいいものなので、その水を利用していい紙ができてたっていうことですね。じゃあこの辺は土佐和紙の産地ってことですね。そうですね、用紙とねよく和紙って比べられるんですけど、用紙に比べて繊維が長いということで、薄くて強靭で、非常に寿命が長いので、用紙が100年に比べて和紙の方が1000年以上持つっていう。1000年。保存性がいいので、美術館だとの修復だとかですね、いろいろ書物とかそういったものを残すのには非常に適していたという。なるほど。浮世絵だとかその印刷用途になったりとか、そういうものですごく使われ始めたので、もう幕府に対する藩の献上品、そういうものになってすごく全国に広まったのが江戸時代で、土佐もその辺りからやり始めたっていう感じですね。冬の間の農閑期の副業として紙をついていたと聞いております。農業のシーズンオンの時は農業をやって、シーズンオフの時は和紙、紙をすく。土佐和紙でも1000年以上の歴史があるという感じですね。森佐さんはいつぐらいから和紙やられてたんですか？江戸時代に、手すきから始めて、昭和になって、機械好きをやり始めて、父である会長が創業しまして、ポケットティッシュっていうね、広告宣伝に使ってる紙からスタートしたんですけど、街でこう配ってる。そうですそうです。実際は和紙をねやりたかったものですから、2年目からも和紙に着手して紙をすくこと、染めること、貼ることで、企画からそういった製造販売までやり一貫して、小ロットで対応できるような会社をということで立ち上げました。ずっと紙屋さんなんですね。土佐和紙って今どういうシーンで使われてるんですかね？天狗銚子っていうのは修復紙だとかですね、あとちぎり絵とかに使ってるパターンが多くてですね、それ以外に日本画の版画用紙であるとか、日本画を描いたりするのの和紙として使われている場面が土佐和紙としては多いんですけれども、当社の場合はですね、この落水紙を使われる道に合わせて作り込むっていうようなことをやっておりますので、染色してお菓子の敷紙とか書き紙とか、そういった包材に使っていただいて付加価値をつけていただいたりとかですね、インテリアとして障子紙に貼ったりガラスに貼ったりして、機能とそういったデザイン性を両方持たせていただいたりとか、ステーショナリーとしまして、便箋封筒はもとより PP とかと貼り合わせてマスクケースだとかファイルだとか、いろんなものに加工できますので。海外で使われてるシーンっていうのがあるんですかね？日本食のレストランさんがテーブルクロスの代わりに使ってくださったり、例えばスイスとかで雑貨を売ってらっしゃるお店で、日本だとよくカンナくずって言いますけど、木を削ったくずをうちの袋に入れてくださって、クローゼット用のサシェでクローゼットにそれを置いていただくようなものとして売ってくださってるところなんかもあります。おうち時間になって結構出荷が多かったのが、障子紙を和柄の新しいものに変えていただいたりとか、色物に変えていただいたりとか、テーブルマットがですね出ましたですね。ちょっと重ねるだけであんなに可愛くなるんですね。なんかおうち居酒屋としていいですね。そうですね。森佐さんに来て初めて見る和紙っていうのがあるんですけど、
模様がついてる和紙ありましたよね。落水紙のことだと思います。髪をすくときに上に型のようなものを敷いて、その上からシャワーのように水を落として、水が当たったところは繊維がどけられるので落水、水が落ちる。なるほど。それでいろいろな柄をすき出しているという手法なんです。すごく素敵な柄がいっぱいあって、普通にこうシャワーで水玉だけ落とすところは数件ありますけれども、金型を作ってそれに水を落として柄を浮かび出すのはもうおそらくうちぐらいしか残ってないかと思います。日本で。はい。和紙だから世界で。そうですね。世界でこちらだけ、うわすごい。この技術がねずっと残ってるってことですもんね。仁淀川から分水してます川が町中を流れておりまして、紙のつくのは伏流水をついておりますけれども、これから行きますところからこの仁淀川が一番伏流水が出るところなので、紙屋さんが集中してます。お家で地下水です。なので割と年中、夏は冷たく冬は暖かくてそのまま飲めます。すごい。この辺は多いんですか？多いです。多いです多いです。カナダから来たパルプです。これを公開して使いますので、こちらのパルプの配合率はすごい少ないので、入っても 2、30% なので、であんまり使ってないですけど、用紙だったらこれが 100% ですよね。それは重いよね。これを公開してね、原料にして使ってる感じですね。木材から生成された原料を細かくカットして生成されたものを使ってます。なるほど。はい。だからレーヨンが今もう製造してるのが集約されてもう一社ですね。そうなんですね。一番大事なのはレシピですね。何を作るかにどういう配合にするかっていうのが紙の一番紙もレシピがあるんだ。レーヨンを何%、バインダーっていうのに何%、パルプ何%でどんな紙ができるかが全部決まってしまうので、こちらがパルプを公開しました。先ほどの板状のブロックのパルプを公開して柔らかくした状態ですね。できた原料があちらのパルプの原料です。原料にはいろいろ用途によって混ぜ物を変えるんですけど、レーヨンとかバインダーとか公開して混ぜていきますので、色をつけてますので、パルプに染色してます。色をつけましてベースの原料を用意しております。雲龍という紙をついてるんですけど、雲龍はあちらの原料パイプタンクから来まして、ここで一緒になります。ここで一緒にこう混ざり合いまして、ここに雲が浮いてますね。これをそのまま上げてきて、でずっと網の上へ乗ってきます、原料が。でその次にこの毛布に一緒に巻き上がって上がってきまして、ずっと毛布へついてきたものがここでドライヤーにくっつきます。でずっと巻き上がって乾燥して、このように巻き上がって、あそこに紙が仕上がります。ここで水がね、両方からこうね、水を入れますし、あそこの原料を作ったりとか、レーヨンを配合するにもすごく水が何十キロも1日いるわけですね。1日にだいたい8000メーターくらい仕上がる感じですね。朝6時から夜10時まで回せば、だから1分間に10メーターくらいですね。うちの会社は小さいので、全部の原料がね、はっきりわかるでしょ。ここで公開して一緒になってっていうのはね。ここに紙を入れて、中に入れまして、で毒漬けで染色しまして、で最後は向こうのドライヤーで乾燥さすっていう、これが後染めの染色ですね。異物がないかとか、スリッターと言いまして、両方のダメなところをこうスリッターして外して、そのサイズにこう巻き直してるっていう感じで、検品してる作業ですね。32センチをこう2本取りしてます。でそれでこの後今度は袋の加工の方に回りますんで、こういう小さい10センチの16センチぐらいの網目の袋がこの後第2工場の方に持っていて仕上げる感じです。
異物が入ってるかどうかはでも目視ですね。目で確認してあそこにこうつけて、なので白い紙をね置いてでこう光源で当ててそれで目視でそうしとしたものなんですね。なるほど。いいですね。余すことなく。これがドライラミの機械ですね。フィルムと貼ったりとかはい。紙と貼り合わせしたりする機械で、はい。これを貼り合わせする機械です。うわフィルムと貼ったり。すごい。和紙がまた違う製品。水管タイだと杉紙とかもね使われるのがもうあれですけど、こういう厚紙だとかこういうフィルムとかで貼ることでまたパッケージになる。ここにありましたよね。はい、そうです。綺麗。ここからカットして実際の商品とか。いいんですか？袋に加工してます。袋。はい、ああいった巻きになってる原子をずっと折ってそこで、センターをこうシールしまして、でずっと来てあとそこをシールカットして袋に加工してます。今できたのでこれからまたゴミとかいろいろついてるんで、検品したりしないといけない。すごい。でも検品って目視ですよね。目視です。目視で。すごい。これが袋にあったんですね。すごい。このマスクケースをですね、サヤログバージョンをちょっと作らせていただきたいということでお話をしていたんですが、なんとこちらです。はい、金箔でロゴをさせていただきました。すごい。なんということでしょう。めちゃくちゃ可愛いですね。わあ。よかったです。これが発泡紙ってやつですか？はい、そうです。フィルムに熱で転写しまして、で文字を押していくっていうようなマシンなんですけれども、これから実演いたしますんでご覧になってみてください。これが見れるってことですね。はい、フィルムを熱でこう転写させていくっていう感じですね。私ここにいて大丈夫ですか？もうちょっと後ろ。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい。できました。すごい。できた。かわいい。熱を与えることによって転写していくわけですね。こちらの紙に。かわいい。土佐和紙とサヤログのコラボレーションで可愛く押していただきました。これがサヤログのベルティとして皆さんが手に取ってくだされば嬉しいです。質感もすごくね、触った感じもすごくいい感じで、カゴの目のような網の模様ということです。温かみのある素材でございます。今回は株式会社モリサさんにお邪魔して、高知の伝統工芸品土佐和紙製作の様子や裏話など教えていただきました。モリサさんとのコラボ動画では、ラッピングのプロココクル先生直伝の簡単にできるラッピングに挑戦。この春の贈り物でぜひトライしてみてはいかがでしょうか。サヤログとモリサの YouTube チャンネル登録や SNS フォローも忘れずに。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。